はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちらですね。先日発売されましたゼンハイザーのフラッグシップの最新モデルですね。モーメンタムトゥルーワイヤレス3とソニーの WF1000X Mark IV、こちらをですね、比較していきたいと思います。ソニーの WF1000X Mark IV は2021年の6月に発売されたということで、もう発売してからですね、1年ぐらい経ってはいるんですけども、まだまだですね、人気のモデルで、街中を歩いていてもめちゃくちゃつけている方もいらっしゃいますし、完成度のですね、とても高いイヤホンになっています。モーメンタムトゥルーワイヤレス3の方は、2022年上半期ではですね、間違いなくですね、一番と言っていいぐらいの完成度になっていて、2022年のですね、年間通しても一番にですね、なりそうなぐらいの勢いの、とてもですね、素晴らしいモデルになってますので、こちらですね、比較をですね、していきたいと思います。この1個前の動画でも、ソニーのリンクバッツ S と、この WF1000X Mark IV をですね、比較したんですけども、それと同じようにですね、一個一個ですね、細かく見ていって、どういう方にモーメンタムトゥルーワイヤレス3が良くて、どういう方に WF1000X Mark IV がいいのかっていうのをですね、ご紹介していければいいなと思っておりますので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、ゼンハイザーモーメンタムトゥルーワイヤレス3とソニー WF1000X Mark IV のスペックや価格から比較していきたいと思います。どちらもノイキャン、外音取り込み、ワイヤレス充電に対応しているモデルで、片耳のイヤホンのみでの使用も可能となっています。片耳で使用した時はモノラル再生になりますね。で、ドライバーなんですけれども、モーメンタムトゥルーワイヤレス3は 7mm のドライバーが使われていて、WF1000X Mark IV は 6mm のドライバーとなっています。で、Bluetooth のバージョンはどちらも 5.2。対応コーデックは、モーメンタムトゥルーワイヤレス3が SBC aptX アダプティブとなっています。WF1000X Mark IV は SBC、それから LDAC となっていて、どちらもですね、96kHz 24ビットの再生がですね、できるということで、ハイレゾ相当の音源の再生はできるんですけども、コーデックが違うということで、使っているですね、スマホによっては LDAC にしか対応してないモデルとか、aptX アダプティブのみに対応しているモデルとかあったりするので、お手持ちのですね、スマホがですね、どういうコーデックに対応しているかということを見てですね、購入するのがいいかなと思います。で、この aptX アダプティブと LDAC ってどっちがどういいのっていう話もですね、あると思うんですけども、LDAC がですね、一定の音源をですね、ずっと再生し続けるのに対して、aptX アダプティブは、アダプティブとですね、名前が付くように可変でですね、再生するですね、音声のクオリティを変えるということで、電波がいいというか、接続環境がいいところでは、高音質な音声を流してくれるんですけども、電波が混み合っている時なんかですと、音質を落として配信することで、途切れないようにするっていう技術が使われていて、わかりやすいので言うと、今視聴していただいている YouTube なんかでも、自動でですね、画質が良くなったり悪くなったりすると思うんですけども、それのですね、音声版と思っていただければいいかなと思います。ということで、aptX アダプティブはそうやってですね、可変で音質をですね、変えてくれるので、途切れないっていうことがとてもいいポイントではあるんですけども、聞いていてですね、ふっとですね、音質がですね、悪くなったとか良くなったっていうのがですね、わかるぐらい自動的に変わってしまうっていうのが悪い面でもあるという感じになっています。対して LDAC は常にですね、いい音質で再生しようとするので、ハイクオリティなですね、音質で音聞けるんですけども、高音質で聞くということはデータのですね、量が多いということで、接続がですね、ちょっと悪くなったりすると、ちょっとプチッとですね、一瞬途切れちゃうということが発生するということで、どちらもですね、一長一短の方式になっているので、その辺ですね、どちらがいいかっていうのを検討していただけるといいかなと思います。スペックの続きに行きますけども、バッテリー接続時間は、モーメンタムトゥルーワイヤレス3がイヤホン本体で7時間ですね。WF1000X Mark IV の方は8時間ということで、1時間差がついているという形になっています。サイズは記載の通りなんですけども、後でですね、動画の方で見てもらえればいいと思うんですが、こんな感じのサイズ感になっています。カラー展開なんですが、モーメンタムトゥルーワイヤレス3は、ブラック、ホワイト、グラファイトの3種類。WF1000X Mark IV は、ブラック、プラチナ、シルバーの2色展開となっています。で、重量なんですけども、これも記載の通りですが、イヤホンとケースを合わせると WF1000X Mark IV の方が軽いんですけども、イヤホン本体ですと、モーメンタムトゥルーワイヤレス3のが軽いというものになってますね。で、防水規格や充電ポートは同じで、保証期間なんですけども、モーメンタムトゥルーワイヤレス3は2年間、WF1000X Mark IV は普通だと1年間ですね。ソニーストアで購入すると3年間つくんですけども、価格がですね、5000円から6000円ぐらい Amazon なんかで購入するのよりも上がってしまうので、どちらがいいかという形ですね。で、その他としましては、似ている部分もあるんですが、違う部分をご紹介すると、モーメンタムトゥルーワイヤレス3はこれ一番の特徴なんですけども、ノイキャン制御と DAC 用のですね、プロセッサーがですね、1機ずつ搭載されているということで、クオリティの高さをですね、実現しているというものになっています。対して WF10X Mark IV は
DSE エクストリームというですね、iPhone とか iPad なんかで聞いてもハイレゾ級の高音質にアップスケーリングしてくれる機能が搭載されていたりとか、360リアリティオーディオですね、空間オーディオにも対応しているということで、この辺はですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3にはない独自の機能になります。で、価格なんですけれども、現在 Amazon ではモーメンタムトゥルーワイヤレス3は 36,300 円、WF10X Mark IV は 27,000 から 8,000 円ぐらいの価格で売られているということで、8,000円以上のですね、今は差がついているという形になっています。発売日なんですけども、モーメンタムトゥルーワイヤレス3は2022年の5月に発売されたのに対して、WF10X Mark IV は2021年の6月ということで、1年ぐらいですね、発売に差がついていて、モーメンタムトゥルーワイヤレスが最新のモデルという感じになります。スペックを比較していくと、基本電源機能はですね、もちろん抑えていて、どちらもですね、ハイレゾソードの音源再生できますし、大きくですね、違う部分としましては、やっぱその他の部分でご紹介したような、ハード面ですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3ですと、プロセッサーがですね、2機搭載されていたりとか、WF10X Mark IV は空間オーディオにも対応していたりみたいなところで差があるのと、あと価格がですね、現在 8,000 円ぐらい違うということで、結構ですね、2万円台のものと3万円台のものということで、結構ですね、この差は大きいのかなと思っております。はい、それでは外観やデザインを見ていくんですけども、まずイヤホンケースの外観はこんな感じで、全然ですね、違う形になっていて、ソニーのですね、WF10X Mark IV のが結構ですね、コンパクトな作りになっています。モーメンタムトゥルーワイヤレスの方は、横置きなんですけども、結構大きくてですね、厚みなんかも結構あるので、ポケットの中に入れると、ポケットがね、膨らんじゃうっていう形になってますね。で、もちろん素材も違っていて、ソニーの方はですね、こんな感じで、サラサラというか、している感じの質感なんですけども、ゼンハイザーの方はこちらですね、ファブリック素材というのが使われているようで、布みたいなですね、感じの質感になっていて、かなり特殊なケースになっています。で、デザインとしましてはですね、好き嫌いあると思うんですけども、このモーメンタムトゥルーワイヤレス3の方は今回ですね、ブラックを買ったんですが、イヤホンケースの色に対してこのゼンハイザーのロゴがですね、真っ白で、最近のイヤホンですと、ケースの色とロゴの色って割と近い色にして目立たなくするっていうのが結構多いかなと思うんですけども、この白のですね、ゼンハイザーのロゴがかなり目立っていて、これがですね、最近のデザインにしてはちょっと違和感あるのかなって思いました。ソニーのですね、WF10X Mark IVも、ケースのですね、黒とは違う色にはなっているんですけど、ここまで目立たなくてですね、結構かっこいいのが WF10X Mark IV かなと個人的には思っています。で、モーメンタムトゥルーワイヤレス3の方は、こちらからポカッと開くんですけど、前面の方にインジケーターと USB-C の端子がついています。で、裏は何もないという形ですね。ソニーの方はですね、こちらから開くんですけども、裏に USB-C のポートがついているということで、この辺の違いなんかがあったりします。どちらもですね、ワイヤレス充電に対応しているので、こういう風にワイヤレス充電器の上に置けば充電することも可能です。イヤホンケースを開けてみるとこんな感じでイヤホンが収まっています。この辺ですね、だいぶ違うんですよね。ゼンハイザーの方はイヤホンケースの蓋の裏にもゼンハイザーとロゴが入っていて、これかっこいいなと思います。イヤホン取り出してみるとこんな感じですね。ケースの方はゼンハイザーの方が大きかったですけども、イヤホン本体はソニーの方ですね、大きくて、ゼンハイザーの方が小ぶりなイヤホンになっています。一回りぐらいゼンハイザーが小さいですかね。形状なんかも全然違ってこんな感じですね。イヤホンの方はゼンハイザーも本体の中にですね、黒でロゴが入っていて、こちらはですね、ゼンハイザーのロゴっていうのは目立たないような形になってます。ソニーの方はイヤホンを耳につけるとこっち側がですね、上に来るんですけども、こんな感じでロゴ自体はあまり目立たないような形になってます。で、ソニーの方はこちらに風切り音防止用のマイクの部分がついていて、ここはですね、ワンポイントになっているという形ですね。で、ゼンハイザーの方は上のところにですね、イヤーウィングみたいなのがついていて、こちらを耳に引っ掛けるという形になります。サイズ感やですね、デザインはこちらはですね、だいぶ違うかなと思います。裏に行きますとこんな感じで、ゼンハイザーの方はですね、インジケーターがついていたりしますけども、ソニーの方はインジケーターはついていないですね。どちらもこちらですね、脱着センサーはここ、ソニーの方はここにですね、脱着センサーがついていますので、イヤホンを耳につけた時に音楽の自動再生や外した時に一時停止なんかをすることができます。でイヤーピースなんですけども、ソニーの方はこういうですね、ウレタンタイプのですね、イヤーピースなんかも付属していて、こちらをつけることで遮音性なんかをまた上げることができます。ゼンハイザーの方はシリコンタイプのですね、イヤーピースが付属しているということになってますね。こんな感じのデザインの違いになっていて、これのデザインもですね、好き嫌いあると思うんですけども、ゼンハイザーの方ちょっとですね、角は丸みを帯びてますけども、四角いような感じになっていて、WF10X Mark IVは大きなですね、丸いのがくっついているという形になっていて、どちらがいいかっていう形ですね。個人的にはやっぱ WF10X Mark IV の方がかっこいいかなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうかね。でちなみにですね、外観とは少し違うんですけども、ゼンハイザーの方はこうですね、イヤホンケースを開けた瞬間に電源が入って、この状態でもうイヤホンが
スマホとですね、つながるような状態になります。イヤホンケースからイヤホンを取り出したタイミングじゃなくて、イヤホンケースを開けた瞬間に電源が入るという仕様になっていて、ソニーの方っていうのは、イヤホンケースを開けただけですと電源は入らなくて、イヤホンをケースから取り出したタイミングで電源が入って接続しに行くという形になっているので、この辺ちょっと違いがありますね。これによってですね、何が変わるのかっていう話なんですけども、1、2秒の話だと思うんですが、イヤホンケースを開けた瞬間に電源が入るゼンハイザーのが、イヤホンをですね、耳につけたタイミングですでにですね、繋がっていることが多いということで、耳につけてすぐ音楽再生しても、まだ繋がってなくて、イヤホンから音楽が流れなかったっていうことが少ないんじゃないかなと思います。こんな感じのですね、ちょっと違いがあったりしますね。続きまして装着感についてなんですけども、装着感はですね、ゼンハイザーの方が一回りぐらいイヤホン本体がソニーに比べて小さいので、やっぱりですね、ゼンハイザーの方が装着感とてもいいかなと思います。ソニーはですね、完全ワイヤレスイヤホンの中でもかなり大きい方で耳につけてるとですね、すごく目立つんですよね。それがですね、WF10X Mark IV のいい面でもあるんですけども、悪い面でもあるというか、大きいので街を歩いていて、ちょっと遠くから見ても、あれ WF10X Mark IV かなってわかるぐらい、すごくですね、目立つイヤホンになっています。装着したところをですね、写真で撮って比較するとこんな感じに見えるんですけども、やっぱりゼンハイザーの方ではですね、かなりコンパクトで耳のですね、上の方とかかなり余裕があるかなっていうのがわかると思います。ソニーの方は耳をですね、塞いじゃってるような感じがしていて、写真で見ると若干窮屈かなって見えなくはないですけども、つけているとですね、そんな耳が痛いってことはないんですが、かなりですね、大きいのがわかるんじゃないかなと思います。風切り音防止用のマイクの部分がですね、ワンポイントになっていて、これはこれでですね、かっこいいなって個人的には思ってるんですよね。でゼンハイザーの方は上の方にですね、そのイヤーウィングがですね、見えてると思うんですけど、もう一段階大きくしてもいいのかなっていうぐらい、かなり耳に余裕があって、全然ですね、圧迫してない感じがわかるかなと思います。ゼンハイザーのロゴっていうのが目立ちづらいので、そんなにですね、耳につけていて、外から見ると目立つっていう感じじゃないですね。前作のモメンタムトゥルーワイヤレス2っていうのは結構目立つようなですね、イヤホンだったと思うんですけども、今回はかなりシンプルな感じに仕上がってるかなと思います。装着するとですね、ゼンハイザーの方が耳の奥の方にですね、グッとですね、入っていくような感じになっていて、カナル型特有のですね、圧迫感なんかもあるかなと思います。WF10X Mark IV もカナル型で入っていくんですけども、どちらかといえば耳に大きくドンって乗っかってるような感じで、サイズが大きいので、なかなか耳の奥まで入れづらいと思うんですけども、そんなに奥の方まで入っていく感じには感じていないです。で、運動時なんかですと、ソニーの方は頭を大きく動かしたりすると、結構イヤホンがですね、この大きいのが揺れるのがですね、かなり分かって、あんまり運動向きじゃないなと個人的には思ってるんですが、ゼンハイザーの方は運動もですね、できるぐらいの装着感になってるかなと思います。ランニングなんかしても多少揺れるのはですね、もちろんわかるんですけども、十分ですね、ランニングなどの運動にも耐えられるなと感じています。で装着したところを前から見るとこんな感じに見えまして、やっぱりですね、こちらもソニーの方はですね、耳から結構大きくはみ出てるなっていうのがわかるかなと思います。ゼンハイザーの方も完全にですね、耳の中にですね、スポッと収まってるっていうわけではないんですけども、ソニーに比べるとそんなにですね、はみ出てるってわけでもないですし、前から見た時にですね、いびつなというか特殊な形をしているわけじゃないので、そんなにですね、目立たないのかなと思いますね。ですので、耳が小さい方なんかですと、やっぱりゼンハイザーの方がつきやすいと思いますし、運動なんかをする方でもゼンハイザーの方がですね、やっぱり装着感としてはいいかなと思います。ただ、運動とかしないっていうのであれば、ソニーでもですね、そんな長い時間つけていて耳が痛くなるっていうこともないですし、私ですね、こちらで年末にですね、帰省した時なんかでも、4時間とか5時間とかずっとですね、長い間ソニーをつけて帰っていたんですけども、全然外したくなるっていうことはなかったので、そういう意味の装着感は十分かなとは思っています。はい、続きまして音質についてなんですけども、音質はですね、この2つはですね、傾向がだいぶ違っていて、ゼンハイザーの方はどちらかといえばキレがあってあとですね、音の分離感なんかがすごくて、めちゃくちゃハイクオリティな音をしています。ソニーの方はですね、私いつも言うんですけども、結構、柔らかい音というか、温かみのある音になっていて、良くも悪くもすごくまとまっている音になっていて、聞き疲れがないっていうのがソニーのとてもいいポイントかなと思います。長時間ですね、音楽を聴いていて、やっぱりキレキレの音っていうなると、結構耳が疲れちゃったりするんですけども、ソニーはですね、そういうのがなく、ずっとですね、BGM 的に音をですね、ずっと鳴らしておくっていう時には、ソニーですね、とてもいいかなと思っています。で、ゼンハイザーの方はですね、特にボーカルの抜け感なんかも素晴らしいですし、高音域なんかのですね、シンバルとか、そういう音なんかのですね、音の響き、音がですね、鳴り終わった後の、余韻なんかもすごく残っていて、めちゃくちゃですね、これ気持ちがいいんですよね。ただ最初にですね、聞くと、ちょっとですね、変わった音というか、音のですね、分離感なんかが良すぎるのか、一番最初に聞くと、なんか本当にですね、音がバラバラになっているのが分かりすぎて、ちょっとですね、違和感があるなっていうのを感じることがあるかもしれないですね。
ね。ただ聞いているとですね、それもすごく馴染んできて全然いいかなと思うんですけども、ちょっとですね、そういう部分を感じられます。で、ソニーがですね、とても温かみがあって柔らかい音、イメージ的にはなんか尖ってないですね、丸い音っていう感じだとすると、ゼンハイザーの方はよりですね、キレがあって高音域なんかも結構ですね、強調されているような音になっています。ただそのキレキレな音、例えばよくですね、この辺と比較されるテクニクスの AZ60 なんかに比べると、テクニクスの方がですね、よりですね、キレキレな音になっていて、結構ですね、尖ったような音になってるんですが、それのソニーの中間ぐらいのですね、いい感じでバランスが取れているのがゼンハイザーの音だなと思っていて、その辺ですね、とても気持ちがいいなと思っています。音質に関しては、好みの問題もあると思いますが、やっぱりですね、ゼンハイザーの方がかなりレベルが高いなと思っていて、よりですね、楽器や、ボーカルのなんかのですね、解像感や音の輪郭がしっかりしているというか、それぞれの楽器の細かい音まで楽しみたいっていう方はゼンハイザーの方が向いてるかなと思っています。このですね、音質のですね、良さっていうのが、ノイキャン用のプロセッサーと DAC 用のプロセッサーですね、2つ分けた成果であるということなのかもしれないですけども、やっぱりですね、音質の部分に関してはゼンハイザーの方が一歩二歩抜けてるなという感じがしていますね。続きましてノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、まずノイキャンはゼンハイザーの方ですね、ノイキャン用のプロセッサーが今回搭載されて、ノイキャンめちゃくちゃ強いのかなと思ったらソニーほどではないなと思っています。それによってですね、音質が向上しているっていう部分なんだと思うんですけども、ソニーの方がより一層ですね、静寂語が訪れて音楽に没入できるという形のノイキャンになっていて、ゼンハイザーもですね、十分強力ではあるんですが、街中を歩いていたりとかですね、カフェで音楽を聴いているなんかっていう時には、どちらもですね、十分ノイキャン聴いていて音楽に没入できるんですけども、電車なんか乗っていた時により一層ですね、騒音を軽減してくれるのがこちらのですね、ソニーの WF1000X Mark IV かなと思っています。もちろん音楽の音量をどのぐらいにしておくかっていうのはあるんですけども、電車の走行音だったりとかアナウンスの音なんかもほとんどですね、しっかりとカットしてくれて、電車がですね、線路の連結部を走っているようなガタンゴトンっていう音ぐらいは結構入ってくるなっていう感じはわかるんですけども、それ以外の音っていうのはしっかりとですね、消してくれるということでとてもいいかなと思っています。ゼンハイザーの方はですね、その電車なんか乗っていた時に走行音だったりとかアナウンスの音が結構聞こえたりして、アナウンスの声もですね、何言ってるか分かる時っていうのも結構あったりするので、その辺ですね、ソニーのがノイキャンとしてはやっぱり優秀だなと感じていますね。で、普通のノイキャンはですね、そんな感じなんですけども、どちらも風切り音防止の用のですね、ノイキャンのモードもついていて、そちらをですね、オンにすると風切り音も防止してくれるというモードはどちらもついていますので、それはですね、とても良かったかなと思います。瞬間的にですね、ビュンってですね、突風みたいなのが吹いた時っていうのはなかなかですね、効果出しづらいんですけども、継続的に風が吹いているような日とかですね、そういう場所ですと十分ですね、その風切り音防止モードっていうのが効いてくれるので、それはですね、どちらも優秀かなと思ってます。次に外音取り込みなんですけども、外音取り込みはどちらも音楽をかけながらコンビニやスーパーでですね、店員さんと会話するっていうのも十分できるかなと思いました。もちろんこれもですね、音楽をどれくらいの音量でかけておくかによってそれ難しかったりするかもしれないんですけども、私の場合は音量ですね、スマホ側の音量が 40% から 50% ぐらいの音量で聞いていて、十分ですね、会話できる程度かなと思っています。もしですね、音楽をですね、大きめな音量で聞いて外音取り込みに入れると会話がしづらいっていう方は、どちらもですね、外音取り込みにして音楽を一時停止にするってことをしてあげればですね、十分会話は成り立つかなと思っております。ゼンハイザーの方は外音取り込みに入れた時に自動的に音楽の音量をですね、小さくするモードっていうのがあって一発でできるんですけども、ソニーの方っていうのは外音取り込みに入れた時に自動的に音量を下げるっていうモードを搭載してなくて、外音取り込みにして自分でですね、音楽の一時停止をする必要があるというものになっています。ソニーの方はですね、外音取り込みの機能としてボイスフォーカスといって人の声のですね、音域だけなるべく取り込もうとするモードが搭載されていたりとか、あとクイックアテンションというですね、イヤホン本体の左耳を長押ししておくと、長押ししている間だけ外音取り込みにするというですね、機能が搭載されていたりして、外音取り込みを使う上の機能的な部分でちょっと違うなっていう感じがしているので、その辺ですね、気になる方っていうのはその辺ですね、細かく個別の動画なんかでもですね、説明していますので、その辺チェックしていただければと思います。外音取り込みの性能としてはどちらもですね、優秀かなと思っています。続きましてアプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、それぞれのイヤホンにしかないものだけをですねチェックしていこうと思うんですけども、まずゼンハイザーの方ですね。ソニーの方にはないモードとしましては、こちらのサウンドチェックというですねものがありまして、音楽をかけながらこのサウンドチェックっていうのをですねやると、自動でですね皆さんの好みに合ったイコライザーを自動で作ってくれるという機能があって、こういうのはですねソニーにはついていないので、自分で音を変えたければイコライザーを作るということになるんですけど、モーメンタムトゥルーワイヤレス3はこんなようなですね機能があったりします。
あとイコライザーなんですけども、ゼンハイザーの方はイコライザーですね、こんな感じになっていて、高音域、中音域、低音域が1点ずつしかなくて、3バンドのイコライザーを作ることができるんですけども、細かくですね、5バンド、10バンドでイコライザーを作るってことはできないようになっています。ソニーの方っていうのは5バンドプラス低音域をですね、ベッドを上げるか上げないかみたいな機能があるんですけども、ゼンハイザーの方は3バンドということで、とにかく細かく自分好みに設定したいという方はちょっと少ないなという感じはしていますね。それからイヤホン操作のカスタマイズができるんですけども、ゼンハイザーの方っていうのは1回タップ、2回タップ、3回タップ、長押しのこの4パターンかける両耳で8個のですね、コマンドっていうのが個別にですね、切り替えることができまして、例えば左のイヤホンの2回タップだったらどれみたいな、右だったらどれみたいな感じで8種類のコマンドを切り替えることができるので、イヤホン本体で必要な操作を全て行うことができるという部分は優れているなと思っています。続きましてソニーのですねアプリのカスタマイズできる項目を見ていくんですけども、こちらですねスピークトゥチャットっていう機能がソニーにはついていて、自分が話し始めると自動的に外音取り込みになるよっていう機能も搭載されているので、外音取り込みの使いやすさっていう部分ですとソニーがあるのかなと思っています。イコライザーですね、ゼンハイザーの方は3バンドでしたが、ソニーの方は5バンドプラス低音域を上げるか上げないかという感じのイコライザーがついていて、この辺でですねちょっと優位性があるのかなと思います。プリセットも結構多くて10種類ぐらいあるんですね。ゼンハイザーの方は5種類ぐらいしかですねプリセットなかったので、この辺はですねソニーが有利かなという感じです。あとこちらですね360リアリティオーディオという機能なんですけども、空間オーディオのですね設定なんかがすることができます。ゼンハイザーはそもそも空間オーディオのですね成績対応していないので、この辺もちろん入ってないんですけども、ソニーの方はこの辺がですね対応されているので、こういう設定なんかもありますね。あとは Bluetooth の接続品質ということで、音質優先、接続優先というこの2種類があって、音質優先にしておくと LDAC で聞けて、接続優先にすると LDAC が聞けるスマホでも AAC でですね聞くことになるというものになっています。スペックのところでご紹介した通り、LDAC っていうのは基本的にずっとですね高音質で音楽を流そうとするので、電波が悪かったりとかですね、イヤホンとスマホの接続がちょっと悪かったりするとちょこちょこですね途切れたりすることっていうのがあるんですけども、あまりにもですね途切れるような時っていうのはこの接続優先にしておくとそういうことはほぼなくなるので、必要に応じてですねこの辺切り替えていただくという形になります。ただ私の環境でですねこのスマホとイヤホンを使って結構電波が悪そうなですね渋谷とか新宿とかですね東京の結構人混みの中に行っても、ちょこちょこは切れるんですけども、ずっと切れっぱなしで全然音楽聴けないっていうほどではないので、私の場合はずっとですね接続優先のまま使っているという形になってます。DSE エクストリームですね、これは LDAC で聴いてるとあんま意味ないんですけども、 iPhone や iPad なんかですね LDAC で聴けないスマホなどで音楽を聴くときにこれをオンにしておくと音質をですねアップスケールにしてくれるよって機能もあったりしますね。あとはこちら音声アシスタント何にするかというのとか、あとタッチ操作のですねカスタマイズ、こちらもソニーの方もできるんですが、ソニーの方は若干ですねこのタッチセンサーに割り当てるコマンドを柔軟に変更することっていうのはできなくて、左と耳である程度グループで設定するということになります。デフォルトだと外音コントロールというノイキャンや外音取り込みの切り替えや、先ほどちょっとお話ししたクイックアテンションという機能があるんですけども、それをですね他のに切り替えようとすると、例えば音量コントロールに切り替えるともう全てですね1回タップ長押しが全て音量コントロールに切り替わっちゃったりとかするので、細かくですね設定することができません。ですので必要な操作はですね全てがイヤホン本体でできないっていう部分は、ソニー製品はですねいつもそうなんですけども、こういうですね仕様になっていますね。この辺の操作コマンドの割り当ての設定なんかはゼンハイザーの方が1個有利かなと思ってます。それからイヤーピースが自分に合ってるかどうかっていうのをチェックしてくれたりとか、自動電源オンオフのですね機能があったりとか、そういう感じで細かいのはありますけども、OK 機能というのはこれぐらいですかね。こんな感じで、できることできないことがソニーやゼンハイザーそれぞれであって、一概にですねどっちがいいかっていうのは言えないんですけども、カスタマイズできる項目としてはソニーのが多いのかなという感じになっています。それからソニーの方はですねところどころこういうインフォメーションマークがあって、何かよくわからないっていう時にこの辺ですねチェックできたりするので、この辺ですねソニーがやっぱりですね日本のメーカーということがあって結構親切かなっていうところはありますね。はい、続きまして操作感についてなんですけども、操作はどちらもイヤホン本体のこちらタッチセンサーで操作することになります。タッチセンサーの大きさはソニーの方がイヤホン自体が大きくてタッチセンサーも大きくて、ゼンハイザーの方がちょっと小さいという形になってます。このゼンハイザーの方はタッチセンサーの切れ目みたいなのがないので、そういう部分でタッチのしやすさっていう部分だとやっぱりタッチセンサーが大きくてタッチセンサーの場所が分かりやすいソニーのが有利かなと思っています。
タッチのしやすさっていう意味だとソニーのが有利なんですけども、先ほどですね、アプリのところでご紹介した通り、ゼンハイザーっていうのはイヤホン本体で必要な操作ですね。音楽の再生一時停止や次の曲、前の曲、それから音量の上げ下げ、ノイキャンや外音取り込みの切り替えも全てですね、イヤホン本体でできるんですけども、ソニーの方っていうのはそれがですね、できないということで、デフォルトだと音量の上げ下げがソニーの方はできないんですよね。そういう部分で必要な操作が全てできるっていう部分だとゼンハイザーの方がいいですし、どちらにもいい部分、悪い部分があったりします。あと、タッチした時のレスポンスなんかですと、若干ですがソニーのが早いかなと思っていて、ゼンハイザーの方もだいぶですね、早くてですね、他のイヤホンに比べると十分、すぐ反応してくれたりするんですけども、ソニーのやっぱレスポンスっていうのはとても良くて、快適に操作することができます。という部分で、ソニーとゼンハイザーですね、操作感の部分でいい部分、悪い部分っていうのがあるので、こちらもですね、イーブンな感じかなと思っています。ある程度の操作はスマホでやるから、必要な時ですね、例えばノイキャンや外音取り込みの切り替えとか、音楽の再生一時停止がパッとですね、できればいいんだっていう方であれば、ソニーですね、十分だと思いますし、スマホは結構バッグの中にしまっちゃって、毎回取り出すのめんどくさいから、イヤホン本体で操作したいって方は、ゼンハイザーの方がいいかなと思ったりしますね。はい。ということで、レビューの最後なんですけども、通話品質について比較していきたいと思います。通話品質はいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。最初は、ゼンハイザーモーメンタムトゥルーワイヤレス3からです。はい、こんにちは。こちらはゼンハイザーモーメンタムトゥルーワイヤレス3とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい。続きまして、ソニー WF1000X Mark IV の通話音声です。はい、こんにちは。こちらはソニー WF1000X Mark IVとスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、どちらも十分ですね、会話できるんですけども、ゼンハイザーの方はちょっと機械音っぽいなっていう感じがするし、ソニーの方っていうのはこもっちゃってるようなですね、感じがして、どちらも最高に通話品質が高いなっていう感じではないかなと思います。ちょっと傾向が違うので、あれなんですけども、どちらもですね、レベルとしては同じぐらいの通話品質なのかなっていう感じがしました。ただですね、通話品質がめちゃくちゃ悪いという感じではないので、十分ですね、普通に通話する分にはできるかなと思うんですけども、大事な商談とかですね、大事なプレゼンなんかがある場面ですと、もっとですね、通話品質の高いものを使った方がよりですね、成功率が上がるんじゃないかなとは思いますけども、十分ですね、会話は成り立つぐらいの通話品質だなという形で、どちらも同等ぐらいかなという感じがしています。はい。ということで、今回ですね、ゼンハイザーの新しく発売されたフラッグシップモデル、モーメンタムトゥルーワイヤレス3とソニーのですね、フラッグシップモデルの WF1000X Mark IV を比較してきたんですけども、やっぱりですね、ゼンハイザーの方っていうのは音質に定評のあるゼンハイザーですし、今回ですね、ノイキャン用と DAC 用にプロセッサーを分けたりなんかして、音質をですね、重視する方はゼンハイザーの方がやっぱりいいかなと思います。一方でソニーっていうのはノイキャン性能も1段階2段階強かったりとか、空間オーディオに対応していたりとかですね、あと外観なんかも、個人的にはですねソニーのが結構好きだったりするので、そういう部分でソニーの方が勝ってる部分もめちゃくちゃあるかなと思います。あとは今現在の価格ですと8000円ぐらいソニーは安いので、そういう部分でも優位性が今のところあるかなと思いました。これからですね、もう少し経てばゼンハイザーの方ももうちょっと価格が落ちてきて、この価格差っていうのがですね縮まってくるかもしれないんですけども、現状だとですねその8000円ぐらい差があるっていうのは結構大きいなと感じているので、そういう部分でどちらをですね優先するかっていう形になるかなと思います。とにかく音質にこだわって小さくてですね、目立ちにくいものがいいっていう方はこちらゼンハイザーがいいですし、音質もですね十分いいんですけども、それよりもですねノイキャンだったりとか、カスタマイズ性、あと空間オーディオを聞きたいとかですね、そういう方にとってみるとソニーかなと思いますので、どちらがいいかっていうのをですね検討していただければと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひですね一度チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや今回のような比較動画を中心にアップしていますので、これからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。